どうも、クーピーチャンネルです。今、大注目のタウンエースベースキャンピングカーカロビーを徹底的に紹介します。タウンエースベースキャンピングカーは、軽キャンピングカープラス100万円くらいの価格帯で販売されてます。軽キャンとの購入比較や軽キャンからステップアップ、そして普段使いできるキャンピングカーとして購入検討している方も多いと思います。そこで現役軽キャンピングカー乗りが本当に普段使いできるのか、軽キャンの不満点を解消できるのかという視点で紹介検証していきます。軽キャンピングカーずっと乗っていて不満な点がまず走りですね。上りはかなりのストレスがあります。タウンエースベースだとストレスなく登ってくれるのか。そして居住性ですね。軽キャンは2人車中泊が限界です。カロビーにはリアのスペースがあります。これあることにより軽キャンとどう変わるのか実際に車中泊に行って確かめます。内装で個人的に気になっているのがチャイルドシート装着可能な前向きシートの使い勝手です。徹底的に検証します。今回は外装内装をチェックします。走りでは実際に街乗り試乗し気になっているところを確かめます。最後に1日乗って触ってみて良かったところ、残念だったところをお伝えします。実はですね、今回の動画自分からカロラシガさんにメールしました。リアルに興味あるキャンピングカーなんですね。なので案件ではなく今回も本音でお伝えしたいと思います。この動画はフルテロップ字幕、そして翻訳入れてます。外や無音でも楽しめます。今回も最後までチェックよろしくお願いします。こちらがカルビーですね。タウンエースがベースになります。このサイドステッカーめちゃくちゃかっこいいですよね。これは特別仕様車ということでラッピングされているそうです。高さが 2250mm、 ポップアップ上げると 2980mm です。横幅が 1800mm です。全長ですね、こちらが 4520mm です。乗車定員6名、就寝定員大人2名、子供2名です。ちょうどサイズ的に普段使いもできるサイズですね。価格は405万円、消費税込みで445万5000円です。ベース車両のタウンエースなんですけど、こちらエンジンが 1.5 リッターですね。2駆のオートマになってます。マニュアル4駆は選べます。キャンピングカー登録になりますんで、車検は2年に1回です。通常のタウンエースだと1年に1回なんでちょっとお得ですね。自動車税は年間27,600円です。それでは外装から見ていきます。まずはサイド見ていきます。窓は入り口側に大きめのやつがあります。こちらスライド式ですね。こちらが反対側になります。こちらも大きめの窓が1つ、そして後ろにちっちゃい小窓があります。こちらも横にスライドするタイプの窓になってます。張り上げ式じゃなくてスライド式だと走行中も開けれるんですね。なので後ろも涼しいと思います。この小窓と大きい窓の間にちょっと出っ張りがあります。これは後部座席の3点シートベルトの部分になります。運転席側のサイド、こちらですね。ここにサブバッテリーが搭載されてます。2つ鉛バッテリーが搭載されてます。こちら標準です。でオプションでもう1個増設可能ということです。リチウムバッテリーはまだ対応されてないということでした。いずれは対応していくと思います。サブバッテリーの後ろ、こちらですね。ここがなんとゴミ入れるスペースになってます。ちょうどコンビニ袋1つ2つぐらい入ります。左右ですね、両方あります。これかなりいいですよね。やっぱり匂いとかするもんって車内置いとくとかなり充満します。リアの足回りなんですけど、ここにリーフスプリングですねあります。これ何枚か強化されてますね。そしてあとはオプションで左右のロールを抑えるスタビライザー、それとショックアブソーバー、バネですね。こちらをオプションで装着することも可能ということです。そうすることによりキャンピングカーなんですが、かなり走行性能は良くなるみたいです。そして後ろ、こちらですね。窓があるんですけど、こちらは開かないはめ殺しタイプになります。
テールランプが丸のタイプですごい可愛いですよね。後ろの上の部分なんですけど、なんとこちらデッキがあります。マックスファンつけるとこのバーもなくなるそうです。このバーはタープ連結したりとか、フックを反対側につけると荷物をですね置いて固定することも可能ということです。こういったスペースはありがたいですよね。はい、こちらがフロントになります。シェルの部分なんですけど、上ですね、グレーのラインが入ってますね。これはステッカーではなくて塗装ですね。タウンエースってすごい愛らしい顔してますよね。所有したらすごい愛着湧きそうです。はい、それでは運転席に座ってみます。結構やっぱ広々してますね。で、今回の車両はオートマになります。2ですね。こちらの車両実際に車中泊で使用させてもらいますので、後で走行性能とかも確かめます。それではいよいよ中に入ってみたいと思います。入り口が結構高さはあるんですけど、ここ2段になってますんで中には入りやすそうです。じゃあお邪魔します。ここに靴入れがあります。これ両開きなの嬉しいですね。入り口は靴ギリギリ1人分だけ入ります。電気はここの入り口入ったところの上に集中してます。うわ、結構広い。いやー、いいですね。なんか思ってたより広いです。室内の長さが 2600mm ですね。横幅が 1700mm です。高さが 1400mm です。で、ポップアップ上げると 2050mm です。意外と上余裕あって、僕170センチなんですけど、げんこつ2つ入ります。これは意外でした。対面式のソファーの後ろにリアベッドがあります。こちらはチャイルドベッドで長さが1700、そして横幅が600です。子供や女性ですね、160センチ台だったら寝れそうです。ベッドの下なんですけど、こちら広大な収納スペースになってます。これすぐ簡単に取れますんで、アイデア次第ではマルチルームですね。トイレを置いたりとか収納スペースですね。あとは簡単なテーブルとか置いてリモートワークスペースとかもできそうですね。アイデア次第ではかなり化けそうです。この後ろのリアベッドの部分なんですけど、小窓ついてますんで、例えばマルチルームにした時にトイレとか換気も大丈夫そうですね。後ろのリアベッド170センチなんですけど、ちょっと前から確かめたいことがありました。自分も170センチなんですけど、ぴったりの人が寝たらどうなるかやってみます。ぴったり。寝れないことはないけど、ちょっとなんか足が当たるんですけど、寝れないことはないですね。こんな感じでこうやれば全然いけますね。こんな感じで、寝れないことはないって感じですね。こちらのソファーなんですけど、3列目、こちらは前向きになります。ここに3点式のシートベルトがあります。なのでチャイルドシートも付けれますね。3列目前向いて走るのがいいなと思った点なんですけど、通常2列目が前向くとついてから一度このソファーをですね反対に展開しないとダメだと思うんですけど、3列目が前向きシートだともうついてからこのまますぐくつろげるんで、これはかなり楽だと思います。ただ3列目の乗り心地はノーマルの状態だと結構揺れると思いますんで、一度試乗してからの方がいいと思います。オプションのショックアブソーバーやサビライザーつけると変わると思います。運転席から後ろのシェルの方には入ってくれます。こっちのソファーですね、こちらがこんな感じで傾きますんで、ここにスペースが生まれて行き来可能です。雨の日とか助かりますよね。ソファーの生地なんですけど、こちらはカローラベースさんのオリジナル仕様ということです。せっかくなんでポップアップを上げてみます。ポップアップ上げ方はめちゃくちゃ簡単で、ここのフックですね、これを外します。
2つ外して、あとはこちらを1点、2点、3点、4点外すだけです。ポップアップ上げると高さ 2m 超えますんで余裕で立てます。入り口の方はギリギリになるんですけど、真ん中より奥の方ですね、こちらは余裕で立てます。後ろに大きい収納スペースがあって、で上にですね、こちら左右に収納スペースがあります。跳ね上げ式の収納スペースです。奥行きはまあまああります。こちらが1、2、3、そして反対側に1、2で、ここにちっちゃめのやつが1つあります。運転席の上の部分、こちらはポップアップのベッドのマットが入ってます。でこちらがキッチンになります。ここにギャルですね。でこっちに調理スペースがあって、ここをなんとですね、延長できます。これを引っ張るとこんな感じで延長できます。ここだったら簡単な調理もできますよね。後で試してみたいと思います。テーブルの下に40リッターの冷蔵庫あります。かなり広いですね。冷凍庫もついてますね。簡単な小物入れですね。それとこちら側にギャレーの排水と清水タンクがあります。こちらは16リッターずつです。でこのタンクのすぐ上にインバーターですね。これでコンセントが使えるようになります。こちら標準では500ワットまでです。なので料理とかはちょっとしんどいかもしれないですね。で窓なんですけど、こちらはスライド式ですね。こんな感じで横に開きます。網戸もついてます。この窓の数がこのソファーのところと、あとはこのキッチンですね。リアはこちらははめ殺しになってます。でリアのサイドにちっちゃい窓があります。入り口のエントランス部分も網戸があります。こちらも標準装備です。カーテンですね。こちらも標準でついてます。この窓もそうなんですけど、運転席と後ろのシェルの部分ですね、ここの仕切りカーテンもついてます。そして照明はメイン照明、左スポット、右スポット、リア照明、これ4つですね。メイン照明が天井についてます。でこちらが右スポットです。こちらが左スポットです。こちらがリア照明です。それでは一度ベッド展開してみたいと思います。はい、これでフラットになったんですけど、これでも使えるんですけど、さらに拡張します。ベッド展開完了しました。この横幅ですね、こちらは 1130mm、 長さですね、こちらは 1870mm です。これだったら大人2人余裕で寝れます。ちょっと寝てみますね。次はこちらのポップアップのベッドですね、展開してみます。ポップアップルーフのベッドは横が 1150mm で長さが 1800mm です。この上にメッシュの換気がありますんで、夏も吸いそうですね。ポップアップのですねベッド展開するとここが開くんですね。なので収納で使えますね。もうポップアップを使わない方であれば、ここの板を全部外して収納としても常に使えそうです。そして上のポップアップのベッド展開するとやっぱり高さがなくなりますね。ここ座っているとげんこつ一つ分になりました。ここに大人2人、そしてリアに子供1人、このポップアップベッドですね、2人寝れます。なので合計頑張ったら5人寝れますね。
いやー、カロビー意外と広くていいですね。ちょっと感じたイメージなんですけど、広くした軽キャンですね。プラス後ろのスペースを追加したという感じです。軽キャン乗りの方はかなり広く感じると思います。やりようによってはマルチスペース、トイレ作って冷蔵庫、キッチンもありますんで、こうちゃんと寝れますんで、頑張ったら生活できそうですね。でこのソファーの下なんですけど、ここにスペースがあるんですね。なんか収納に使えそうなんですけど、こんな感じで動かすんでちょっと使いにくそうですね。ここはちょっともったいないかなと思いました。じゃあこちら気になるのが走りですよね。どのぐらい走るのか、重くないのか、曲がるのかですね。今から一般道で試乗してみたいと思います。そして今回お借りするカロビーがこのベースのタウンエースがマイチェーン前のやつらしいです。なのでちょっと遅いみたいです。ここにマイチェーン後のカロビーがあります。こっちの方は走りも良くなってるみたいです。今回はマイチェーン前のやつをお借りします。行動出ました。ちょっと安全運転で行ってきます。まず視認性なんですけど、すごいミラーが大きいんで左右、そしてバックカメラついているんでかなり見やすいです。これ市街地で走っていると高さが結構あるんで、なんか見やすいですね。前の乗用車とか結構低いんで、こうなってくると1個前の車まで見えるんで安全運転につながると思います。今一般道ですね。法定速度50キロで走ってます。振動乗り心地なんですけど、やっぱり路面のギャップとかあるときはガタガタ揺れますね。ただなんか乗り心地悪いっていう感じはしないですね。そうですね、振動はするけど、商用車って感じですね。乗用車みたいに滑らかにいなしてくれる感じはないです。ただ軽キャンピングカー乗ってる自分からしたら、全然問題ないって感じですね。どっちが乗り心地いいかといったらどっちも一緒ぐらいです。で今10分ぐらい走ってみたんですけど、やっぱり車幅がそんなにないんですごい運転楽ですね。軽自動車ぐらい幅は狭くないんですけど、それでも全然気を使わずに運転できます。これ普段使いできますね。買い物とか普通に使えると思います。じゃあ一般道信号加速してみます。はい、今40キロ50キロになりました。全然問題なく他の車についていけます。ちょっと今踏み込んでみたんですけど、グイーンっていうエンジン結構うなって加速してくれたんで、これは上りとかも期待できそうですね。はい、ブレーキかけます。やっぱりですね、キャブコンなんでブレーキの利きは悪いです。普通の車乗っていたら結構びっくりすると思います。で軽キャンピングカーと比べてそうですね、一緒ぐらいですかね。やっぱり前もって早めに踏む方がいいと思います。じゃあ次コーナリングですね。左折します。今20キロぐらいですね。上がります。はい、そうですね、やっぱりロールはあります。軽キャンと比べるとそうですね、やっぱり車幅がある分まだ安定はしてるかなという気もします。この辺はショックアブソーバーやスタビライザー入れていくと改善されると思います。今40キロで走ってるんですけど、ここちょっと上りですね。緩やかな上りです。上ってみます。40キロでアクセルを大丈夫ですね。アクセルもちょい足しするぐらいで、今失速してまた踏んだんですけど、全然力強く登っていってくれます。軽キャンとかだと失速するとなかなか加速するのにまた時間かかるんですけど、このカロビーは 1500cc なんで結構トルクあります。大丈夫ですね。一般道低速での坂道は大丈夫でした。また明日ですね、高速道路を走ってみて、高速道路の途半車線ですね、登るか確認してみたいと思います。いやー、街乗りではキャンピングカーとは思えないほど力強く走ってくれました。これは高速道路の通りも期待ですね。そして内装ではリアのスペースいいですよね。そのまま簡易ベッドで使うのもいいし、トイレを置いたり、今だったらスポットエアコン置くのもいいですよね。窓があるので排熱処理もできます。皆さんだったら何に使えますか？想像するだけでも楽しいです。今回動画撮っていて欲しくなってきちゃいました。これハンコ美味しそうです。次回は実際に車中泊に行って使い心地をお伝えしたいと思います。
一般道を走って温泉のある車中泊スポットで宴してきます。次回もチェックよろしくお願いします。